永国寺の幽霊。薩軍の本芸となっていた人吉の永国寺は6月1日の人吉落城の時に全焼。時報のことごとくを焼失しましたが、実弟和尚の筆になる幽霊の図だけが不思議に焼失を免れました。この図には実は次のような伝説が続いているのです。ちょうど500年前、ある夏の夜のこと、永国寺の実弟和尚のところへ一人の小綺麗な人品癒しからの女性が訪ねてきました。青白い顔に思い詰めた眼差しでこう語り出しました。私は実は木の上村の地頭平山壇上の家内でお絹と申すものでございます。近頃毎晩現れます幽霊のためにようと悩まされてしまいまして、夫は重病の床に伏し、私も生きた心地はいたしません。つきましては実弟和尚というのは応永15年7月、藩主相良前継公から広大な寺領をいただいて、この蓬莱山永国寺を創建した人です。司祭は知らぬが、亡霊に悩まされるというのはそなたの心にと言いかけたとき、へーとのけぞるようなお絹の叫び。和尚は静かにお絹の指さす裏庭の方に顔を向けました。おぼろ月夜の古池はどんより眠ったように月一つない静けさです。その静かな池の向こうになるほどに薄い光が揺れています。揺れながら白い光は二人の方へ静かに近づいてきます。和尚はそれをじっと見据えました。近づいてくるのは確かに髪を振り乱し目をつり上げた女の亡霊です。亡霊は涙声で語り出しました。私はかつては木の上村一番の美女と謳われ、平山壇上の愛称として誰知らぬものはなかった女でございます。談笑はこのお産を心から愛してはいましたが、お絹の嫉妬の激しさにいつか冷たくなり、とうとういびり殺されてしまったのです。それが恨めしゅうとなりません。和尚はうなずきながら、まことに聞けば気の毒なことだが、そなたはなるほど美しい人のようだ。一つ拙者にそなたの美貌を書かせてはくれまいか。本堂に掲げて日夜供養し、
そなたの成仏を祈って信ぜよ。和尚にそう言われると、亡霊とて女美しいと言われれば断ろうはずがありません。早速その日から髪振り乱したお産の亡霊は7番に一度ずつ池の端に立ってモデルとなり、実弟和尚の制作は始まりました。そして49日目にやっと縦4尺9寸5分、横1尺6寸5分の亡霊図は出来上がりました。おっさん、やっと書き上げたぞ。和尚の言葉に亡霊はじっと音もなく近寄ってきて、その絵を覗きました。途端にヒーという悲鳴とともに京片びらを翻して池の向こうへ飛び去って行きました。思いもよらぬ我と我が身の醜さにさすがの亡霊も驚き悲しんだのでしょう。月に揺れる夏草の陰からさめざめと鳴く女の声が聞こえていました。美女のプライドを傷つけられたおさんの亡霊は以後ぱったり姿を見せなくなったということです。実弟和尚の描いた亡霊の図は薄墨色のバッグに髪を振り乱して目を引きつらせ、歯をむき出して両手首を胸の高さに垂れ、足のない女の姿です。面長の顔に鼻筋の通ったかつての美貌をわずかながら漂わせてはいる顔ですが、それはすごい女の亡霊です。千と人吉を訪れる観光客が一度は訪れる英国寺。そしてこの図を見たアベックはお産の悲劇を繰り返すまいと七生の愛を誓い合うのが普通だと言い、またこの絵にレンズを向けたカメラは必ずどこかが傷んで使い物にならなくなると言われている。